東宝プロジェクトの魅力、怪しく個性豊かなキャラクター、隠された恋設定、レミリアお嬢様のチャイルドプレイ、いろいろな魅力がありますが、中でも魅力的なのは、美しい数々の神曲。なので今回は第20回人気投票ランキングトップ20の神曲を解説していきますよ。東宝の曲といえば、言わずと知れた名曲ばかりだけど、実は名前の由来にもものすごい設定があるらしいな。そういった裏設定や二次創作の曲についても紹介していくのでぜひ最後まで楽しんでいってください。それではまずはじめに紹介する2024年東宝人気投票曲ランキング第20位は、少女奇想曲です。10番っていう入りが好きだぜ。マリサさんも言ったように10番というイントロから入り、霊夢を情緒するような激しく美しい音色の曲ですね。曲調は高速で演奏していて、空飛ぶ巫女っぽくて霊夢を彷彿とさせられます。また高速ピアノの部分も注目だぜ。この曲はなんといっても白霊霊夢のテーマ曲だけあって知名度とアレンジ数が多いので、認知度も高く人気になったのでしょう。ただ今年は3つランキングを下げていますね。やはりエイヤ賞20周年曲が上がってきているからって感じなんじゃないかな。なるほど、それはありそうだ。とはいえ知名度の高い曲は間違いなく、曲調も相まって下手すれば学校の運動会で使われたとかありそうだよね。また個人的に霊夢のテーマ曲で言えば最新作10億円の世界は可愛くできているが好きですね。名前の通り、少女らしい可愛い曲調から始まってどんどん壮大になっていく感じがたまらない曲だよな。まさに今の霊夢を表してるような曲調で個人的にはこっちがハマっていますよ。続いて紹介する人気投票ランキング第19位は千年幻想郷キスとはワイオブザムーン。東宝プロジェクトの勇ましい曲といえばこれだよね。なんといってもマンダを象徴する曲でもありますからね。重圧かつダイナミックな音の重なり合いは他のどの東宝曲にもない魅力。数億年生きたエイリンらしい勇ましさある曲で好きになった人は多いでしょう。ちなみに音楽 CD 第4弾防流東海道にアレンジが収録されているぜ。曲の最初からサビへ入るのかと思わせるキャッチーなメロディーが使用されていて、出だしの時点で十分なインパクトを持っていますよ。曲のタイトルである千年幻想郷は1000年間の幻想郷及び月の歴史の意味でしょう。ヒストリー・オブ・ザ・ムーンは訳すと月の歴史となり、付き人のサイコさんであるエイリンにふさわしい副タイトルだな。この勇ましい曲に対してズン氏が言うに、ありえないほど勇ましかったり、激しかったり、爽やかだったり、一つだけ共通しているテーマは、ものすごくバカみたいに元気であること。元気とバカだけがラスボスの取得なんですから。というか、こんな曲で STG っていうこと自体がルナティック。とのことで、やはり現実にとらわれない曲を生み出していることがわかりますね。どことなく、ラスボス感のない宇宙を冒険するイメージを感じられるのがこの曲のいいところだぜ。また薬師の一族であるヤボコロ家きっての天才、月の賢者にして、月の使者のリーダーというエイリンらしい勇ましい感じがたまりません。焦燥感のあるイントロ、元月の賢者の余裕が滲み出るメロディといったところですね。さらにこの曲はまさかのあの人もアレンジを行ったことがあるんですよ。それは一体誰なんだろう？そのアレンジ曲の名前は、俺はマンダ。待って待って、マンダっていうと600属中ポケに数えられるほど強力なポケモンのボーマンダのことだよね。あとボーマンダといえば、モコウ先生。そう、まさかのあのモコウ先生が東宝アレンジ曲を披露したことでも有名な曲。俺はマンダはバトレボ実況者の一人であるモコウ氏がニコニコ生放送にて千年幻想郷の下自慢をした直後、じゃあ千年幻想郷替え歌、俺はボーマンダ行きますと言い、おそらく即席で作った初の東宝アレンジを披露しました。マジか、後で速攻で聞きに行くわ。即席で作ったと思われるのですが、ポケモンとマンダを熟知したモコウ先生ならではの曲で、あまりにも完成度が高くて今や伝説となっていますよ。ネタっぽいけど今思うと、ボーマンダのカラーとエイリンのカラーはどことなく似ているし、ボーマンダといえば流星群なので運命のようにも思えますね。ほんまや、怖いほど運命的じゃん。これもね、エイリンが姫を大切にして地上に残ったからこそですよ。やっぱりエイリンの忠誠心は強い。続いて紹介する東宝人気投票曲ランキング第18位は幽霊楽団ファントムアンサンブルです。めちゃくちゃ下がったじゃないか。そう、前々回は13位で前回は12位だったのです。なんでこんなことが起きたんだ？おそらく前回まで東宝弾幕神楽の補正があったからなのではと思いますね。なるほど、去年までは弾幕神楽は幽霊楽団を結構推していて、原作曲収録もしていたり、豪華メンバーでイブ・オアライブという曲も作っていたもんね。確かに2024年も弾カブは違う形で出していますが、そこまで大きな反響はなかったように思えますね。とはいえやはり名曲なのは間違いない。ズンペットをふんだんに活かした神曲だよな。この曲の面白いところはキャラクターと合わせられた楽器を使われているところですね。
ね。特にサビのところはちゃんと楽団の花形となっているメルランが目立っているのがポイントだよな。曲も設定もキャラクターも素晴らしい、真の神曲と言えるでしょう。ただ原作があまりにも完成されすぎているせいかアレンジ曲はあんまり見かけないですね。ダンカブの手掛けたライブオアライブは有名になった印象はあるよな。アーティストはプリキュアを務めたことがある与田夏さん、週末のワルキューレレギンレイブを務めたことがある川口まりなさん、東宝ステーションの MC でおなじみ金沢舞さんと豪華メンバーが使われました。桜タウンで本物を見ましたがめちゃくちゃ美人でした。曲としては間違いなく歴代最高クラスの曲なのでまた伸びてくれるのを期待していますよ。続いて紹介する曲ランキング第17位は、竹取飛翔ルーナティックプリンセスです。おー、20位から17位まで急激に上がったな。この曲を聴くために A や小6面まで戻ってきた人は多いでしょう。私も東宝プロジェクトを好きになったきっかけの一つはこの曲ですよ。へえ。いやもうちょっと反応してよ。こちらの曲は A や小6面 B の蓬莱山かぐやのテーマ曲。この曲の特徴としては5つの盛り上がりがあること。大体 BGM にしても歌にしても多くて2つか3つなのに、盛り上がりが5つもあってゲット版焦点並みに豪華すぎる。よくサビの盛り上がりを5段階も設置できたよな。これは美しきかぐやと5人の貴族を表しているのかもしれませんね。ちなみに何度も繰り返されるフレーズの元ネタと思われる曲が、ロックマンのウイルスバスティングという BGM にあります。聞いたら一緒だってなるので後で聞いてみてください。まさかのロックマンって意外な元ネタだな。またスピード感があり、永遠に流れるこのフレーズはかぐやの能力である永遠と主流を操る程度の能力を表しているかのようにも感じられますね。うわぁ、その表現めちゃくちゃ好き。それにしてもこの竹取飛翔も天然で満月のように明るいかぐやらしい曲となっていて、東宝ならではのラスボス感がないのがまたいいんだよな。そう、ラスボスだけど、抜けているのがこの東宝プロジェクトならではの常識にとらわれない良さですよね。先ほども言ったように、盛り上がりが5段階も用意されているんですが、後半の3回目からの盛り上がりはもはや、私たちを幻想に誘うかのようなフレーズとなっていますね。まあかぐやは元月の民ですが、いや余計なこと言わんでいいねん。大きく人気が上がった理由としては東宝プロジェクトの二次創作曲を代表するビートマリオさんの助けてエイリンの知名度の高さからも大きいでしょう。今年はプロセカコラボも行われたのでさらに認知度は広まったはずだしな。結構勘違いされやすいが、エイリンと何度も叫ぶのでエイリンの曲がベースだと思われがちだがかぐやの曲なので注意しよう。東宝人気投票曲ランキング第16位は少女悟りさんアドアイです。まさに地底のようにドロドロしたような曲だけど癖がつくんだよね。こちらの曲はコメージ悟りのテーマ曲になります。かなりおどろおどろしさある曲ですが、序盤の入りはかっこよくてリピートしたくなる曲ですね。また人気の理由としてはコメージ悟りという知名度の高いキャラのテーマ曲のため、アレンジも多くあり、知名度が高いのも理由の一つでしょう。完全にキャラクターが好きで曲に投票している方も結構いるからね。ゆっくり茶番劇や MMD なんかで使っている方も多いんだぜ。それでは人気投票曲ランキング第15位は、ネイティブフェイスです。おお、前回16位なので一つ上がったんだ。明るくテンポのいい曲調に惚れ惚れした人は多いぜ。こちらは森保諏訪子のテーマ曲になりますよ。諏訪子らしい明るく懐かしさある曲が涙ものなのよね。曲としてはテンポがかなり速いけど、懐かしい曲調のせいかなぜか心が落ち着いてきますよね。やはりネイティブフェイスといえばピアノ演奏家のマラシーさんがピアノアレンジしたので有名だよな。マラシーさんのネイティブフェイスを聞いて知った人も結構いそうですよ。なんといってもこちらの曲の良さは、まさに明るく幻想郷らしい曲なことですよ。担当された諏訪子さんは最近幻想郷に引っ越してきた方ですがね。続いて紹介する東宝人気投票ランキング第14位は歳月です。夏になったら聴きたくなるのよ。前回13位だったので一つ下がる形になりました。このお祭り騒ぎ感ある最高の曲のテーマ曲を担当したのは伊吹スイカです。実はこの曲は戦闘曲ではなく、もともとスイカと出会う前に流れる曲でした。しかしこちらの方が知名度が高くなってしまったゆえに次回作の東宝奇想天で戦闘曲として使われたんですよ。これってもともと登場曲なんだ。さらにこちらはズンさんの曲ではなく、格ゲー作品でコラボする、同人サークル黄昏フロンティアに所属し音楽活動を行っている作曲家の秋山海氏の曲。この曲ってズンさんによるものじゃなかったんだ。これは東宝知識マウントが取れるポイントなので知っとかないとな。いや誰にだよ。こちらの楽曲はお祭り好きのスイカらしいとにかくお祭り騒ぎの曲調が魅力的ですよね。最初の入りから神曲だってわかるのよ。また元々の曲調がすごくいいのでアレンジ曲もすごくいいものになりやすく、アレンジ曲が豊富にあるのも人気のポイントですね。確かに歳月の曲はどれもいいのが多いね。神曲である証だな。東宝人気投票ランキング第13位は月時計ルナダイヤルです。
前回は14位だったから一つ下がったのね。まあ誤差の範囲でしょう。こちらはコウマ館のメイド長、いざよい昨夜のテーマ曲になりますよ。曲の特徴としては、曲自体は東宝プロジェクトには珍しいロック調で完全で瀟洒な従者である彼女を表すかのような曲。こちらの曲は完璧でかっこいいメイドさん専用 BGM だぜ。メイドさんとは思えない激しいロックのかかった曲でギャップが抜群の曲です。ちなみに制作者ズンさんの中でメイドといえばロックらしい。いやどうしてそうなる？まあ嘘と書いているため、多分嘘なのでしょう。東宝のバトル BGM といえばこれと言っても過言ではないほど激しくかっこいい曲ですよ。この曲と同時に時計を背景に時を止める昨夜との対決はめちゃくちゃ楽しかったよな。何度も口られたけど、私と同じように昨夜の曲といえばこの月時計ルナダイヤルという方は多いでしょう。昨夜の曲の中でもテンポが良くて聴いていて楽しい曲ですよ。東宝人気投票ランキング第12位はピュアヒューリーズ心のありかです。神曲に準化された曲ですね。こちらの曲は東宝漢樹伝の6面ボスである純子のテーマ曲です。恨みを持った純子らしい切なくも荒々しい曲調の曲となっているんだよな。曲としては、ズン氏の真骨頂であるピアノとトランペットとエレキギターを主音源としていて、それでいて昔のキャッチーかつ臭いメロディーと、近年の複雑な音の響きが見事に融合しているため、全体を通して新しくも懐かしい印象を受けますね。また、聴きどころもしっかり抑えていてさすがとしか言いようがない。どこか切なくもかっこいいんだよな。本当にこの曲を聴いていると心が純化されますよ。あんまり意味わかってないのに多用するな。ただ次回出てきた場合はもっと優しい曲調になってもらえることを祈りますよ。純子が救われてほしいってことね。続いて紹介する東宝人気曲ランキング第11位はおてんば恋娘です。おいおいおい、キャラクターも爆伸びしている上に曲も爆伸びしているじゃないか。そう、前回は曲も15位でしたが今年は11位と4つも上に上がることに成功しています。この様子だともしかしたら曲に引っ張られてキャラクターが伸びたという可能性もあるぜ。こちらの曲はアレンジ数も多く認知度が高いのであり得るね。なんといってもこの曲は可愛いを詰め込んだ名曲だぜ。こちらの曲は氷の妖精チルノのテーマ曲になりますよ。おてんばというだけあり、曲調はポップ、だけど氷の妖精チルノらしいクールな部分もあり、魅力的な曲となっていますね。人気の理由としてはやはり知名度の高さが理由ですね。チルミルチルノのパーフェクト算数教室などなど東宝プロジェクトを知らない人も聞いたことある曲のベース曲のため、人気も高いのでしょう。またこちらもゆっくり茶番劇や MMD とかにも使われるから知名度は高いよね。さらにコメントを見るとめちゃくちゃ海外のコメントが多くありました。東宝は海外ファンが増えているのでこの曲の爆上げは海外ファンによるものかもね。ミームなんかで使われたりするようなのでその可能性は高そうです。まさにチルノにふさわしい曲でチルノと共に愛した人は多いはずですよ。続いて紹介する東宝人気投票ランキング第10位は優雅に咲かせ、墨染めの桜、ボーダーオブライフです。この曲を聴いていると心が洗われるのよ。ずっと聴いていたいほど優雅な曲調ですよね。そんな優雅に、そして激しいこの優雅に咲かせ、墨染めの桜の曲の特徴は、力強く盛り上がるサビ、そして生の終わりを告げるように流れる儚げな感想といった感じですね。この曲は華麗で優雅で美しく西洋寺優子という少女をうまく再現されているぜ。そして優雅に咲かせ、墨染めの桜の名前の由来は、墨染めの桜の古今和歌集にある上野峰優の歌でしょう。友人であった藤原の元常が亡くなったのを悼みこの歌を読んだところ、桜が墨染色に咲いたため、一帯は墨染めと呼ばれるようになった、と言い伝えられています。確か、京都市伏見区墨染町の墨染寺にある墨染桜がそうだよね。これはめちゃくちゃ勉強になるぜ。この曲のメロディーはやはり高魔教と違って力強い。レミリアは吸血鬼なだけあって優雅に長く生きているからあのような曲調でしたが、ゆゆ子はやはり元人間ということで、命が短いながら力強く生きたいというのを表している感じがします。そのこともあってラスボスらしさが強くて、ゆゆ子の美しく華麗な弾幕の応酬が心を熱くしてくれたよ。美しくギリギリの攻め合いで思わず大声を上げて近所迷惑をした人は私だけではないはず。ちなみにボーカルアレンジも数多く作られ、イントロは7割ぐらいの確率で桜の歌い出しとなっていますね。確かに過ぎて笑った。そして、少し切なくも東宝ヨーヨームの黒幕であるゆゆ子を撃破してこの曲もいつものようにフェードアウトしていく。と思いきや、ゆゆ子の再療養を満開にするという意志は強く、華麗なピアノの演奏とともになんとつかず、こうしてゆゆ子の2つ目の曲であるボーダーオブライフが流れ出すのです。激アツ展開すぎるが、ここで満身創痍になった人は数知れず、ゆゆ子の生涯を感じさせられる曲となっているよな。ゆゆ子の美しさ、儚さを前面に押し出したような曲。思わずため息が出そうになるぐらい心に来るものがありますよ。
と言ってもヨーヨームの図にはめちゃくちゃ童顔で現れますがね。これハマるピンクと言われても仕方がない。さて東方人気投票曲ランキング第9位はネクロファンタジアです。おお、なんと順位を上げてまた一桁に入ったじゃないか。宿命か、毎度ゆゆ子の優雅に咲かせ、墨染めの桜と一桁争いをしていますが、今回勝利することができました。人気キャラ投票では毎回負けちゃう。東方プロジェクト原作曲を代表する曲の一つ、ヨーヨームの曲はとドラムの連打が多いのが特徴ですが、それがめっちゃ良くて、サビの前のドラムの音がたまらない。メロディに何か違和感があり、その違和感すらも音楽として完成しているような、不思議な感覚があるよな。マリちゃんさん完全に神隠しにあったと思ってた。ああ、地面の穴掘って脱出してきた。いやそれセイガママの逃走術。ファンタズムボス曲として最高に盛り上がるし、おどろおどろしい感じがゆかりをよく表現していますね。こちらの曲はアレンジ曲もかなり多い。サビの部分がうまくボーカルにつなぎげやすくてアレンジしやすいもんな。弾幕かぐらのお別れ曲でもこのネクロファンタジアだったので認知された方は多いでしょう。いやの曲新タイトル曲で使う予定だった曲ね。次に紹介する東方人気投票曲ランキング第8は偶像に世界を委ねてから移動はアトライズダブルワールド。この曲はめちゃくちゃ神々しい。作業用 BGM にうってつけな曲です。このいかにも神様らしい曲を担当者は東方奇形獣の6面ボス、ハニヤス新喜劇のテーマ曲、東方外来異変のズン氏へのインタビューによればラスボスらしい壮大で美しい曲であるが、誰が敵なのかわからないという本作のテーマにのっとって、戦闘中に流れるこの曲も悪意の感じない曲にしようとしたようです。名前の意味としては実存たる世界が虚構の偶像に委ねられるというある種示唆的なタイトルとなっていますよ。この曲はなんと、かなり最近の曲にもかかわらず、いきなり第4位に入るという人気投票ランキングにとってとんでもないダークホースな曲でもあるんですよ。あの数々の名曲を乗り越えていきなり4位はすごすぎるぜ。それだけインパクトがある曲だということがわかりますね。この曲は美しくもあり、哀愁漂う曲の雰囲気がハニヤス新喜劇というキャラクターのイメージにとても合っていますよ。そしてピアノ、ギター、ペットの3種のズン機がふんだんに散りばめられているのも聞きどころだぜ。それにしても書籍、ゲーム、そして音楽もこんな素敵なものを作ったズンさんの偶像を作るべきだな。それをナズーリンランドの入り口に設置するんですよね。いやその配置の仕方夢の国でしょ。次に紹介する東方人気投票曲ランキング第7位は上海紅茶缶チャイニーズティーです。まさに七色のような曲調の曲だよ。中華のティータイムってこんな感じなのかと想像させられますよね。トランペットやバイオリンやいろんな楽器が重なったり、寂しさもあり、明るさもあり、まさに七色の曲で私も好きな曲です。曲の中に、メイリンのようにかっこいい感じ、綺麗な感じ、押され気味な感じと様々な場面転換を感じられ一瞬で心奪われちゃいます。ズンさんによればこの曲は、重く暗くなりがちなシューティングの曲を、どうにかして元気が出て爽やかな感じを出せないかと四苦八苦した曲だそうですよ。確かに元気の出る曲は少ないイメージだからこの曲は、シューティングゲーム界で新たなる快挙を成し遂げた曲でもあるんだな。次に紹介する東方人気投票曲ランキング第6位は神々が恋した幻想郷です。東方風神6三面道中 BGM に使用されていますね。体験版の時から人気は高く、この曲に恋した人は多いと言われていますね。体験版のこの曲で気に入り東方風神6から東方を始めたという方も多かったようだぞ。そのため作品部門では常に4位と高順位をキープしているよね。その風神6の6面ボスはなぜか恋されにくい。理由が未だに解明されません。道中曲では上海紅茶缶と並んで最上位の人気を誇ります。最新の17回ではなんと数あるボス戦の名曲を抑えて8位にランクインを果たしていますよ。道中の曲の中では実質一番人気と言っていいでしょうな。風神6のズンさんのコメントでは、妖怪の山に潜入して1曲目です。コテコテの幻想郷節が炸裂しています。妖怪の住む美しい渓谷に、最上級のメロディアスな曲を用意しました。2面の気持ち悪さとは対照的な3面に、開放感を感じていただければ幸いです。とのことで、狙ってこの妖怪の山に続く3面道中で幻想郷らしい幻想的な曲を作ったことがわかりますね。まずこの曲はイントロから神ですね。冒険の始まりを彷彿させるメロディがまたたまらないんだよな。そして人気投票ランキングのコメントでは、この曲を聴くと幻想郷に入ったと思ってしまう。そしてだんだんと落ち着いてくる。東方随一の名曲だと思います。まさに神々しくて幻想郷の世界観を詰め込んだような最高の曲。自分が初めて聴いた東方原曲であり、どこか懐かしくそして優しいような曲調が好きです。といったように幻想郷に行ったようだと思えるほど美しい音色に惚れた人が続出。ちなみにズンさんは幻想郷に行きたくないようです。やはり作者がおすすめしないほど危険なところだった。その分ボーカルインストアレンジもかなり多く、アレンジャーによってより幻想的になったりと様々だよな。幽閉サテライトさんの色は匂いヘドチリヌルオが、満腹神社の同人アニメーション作品、幻想万華鏡に使われている相乗効果もあってか、人気アレンジ曲と
として台頭を表し始めましたよ。原曲があまりにも美しすぎる曲なだけあってボーカルでもまた魅力的なんだよな。そしてジョイサウンドのカラオケランキングでは、東宝アレンジ部門でそれまで不動の1位を維持していたチルノのパーフェクト算数教室を逆転し、2016年後半以降、2017年、2018年と1位に輝いています。おお、パーフェクト算数を抜いて1位にもなったのか。さすがは神々が恋した幻想郷だけあるぜ。ちなみに私がアレンジした妖怪が恋したかな子今日も聞いてください。もはや森谷郷じゃないのかよ。さて、次紹介するのは、恋色マスタースパークです。東宝プロジェクトを代表する霧雨マリサの曲だよな。東宝をあまり知らない方も一度は聞いたことがある方も多いでしょう。いや10回はあるのではないでしょうか。そこまで言ったら十分ファンだわ。こちらは東宝 A や小4面霧雨マリサとの戦闘時に流れる曲です。マリサのド派手な星の弾幕やマスタースパークの弾幕と相性抜群なのも魅力なんだよな。本当にその通りで、弾幕をうまく表現した曲だと思いますよ。細かい音が散りばめられた前奏と力強いサビはまるでキラキラ光る星の弾幕のようであり、まさにマリサにぴったりの曲でしょう。マリサのように元気で可愛らしく、そして時には勇ましいマリサにぴったりな曲だよ。聴いていると元気づけられるよね。実はこの曲は第2弾東宝風魔録で使用された4面ボスマリサのテーマ恋色マジックのセルフアレンジなのです。恋色マジックのアレンジ曲としては東宝幻想的音楽のアレンジに続き2曲目になるのです。東宝旧作時代のアレンジバージョンだったんだ。それはめちゃくちゃ勉強になるぜ。ちなみに制作者ズン氏のコメントでは、今のマリサでこの曲だと違和感あるかな、と思ったら何にも違和感なくてびっくり。こんなに変わらない人間も珍しいです。マリサのテーマ曲は5曲あるんですけどこれが一番それっぽいかな。とのことで、ズン氏も一番マリサらしい曲だと言っていますね。あと個人的にはマリサの曲ならメーガスナイトも好きだよ。わかってますなぁ。メーガスナイトはマスタースパークと違って勇ましさとかっこよさ重視の力強い曲なんですよね。それでは恋色マスタースパークのみんなの反応を見ていきましょう。初めて聞いた時鳥肌が立ちました。こんなにも曲とキャラを一致されられるなんて。最高にマリサしてて究極にかっこいい曲。私がゲームミュージックというジャンルで、初めて好きになった曲、東宝エイヤショーで霧雨マリサが放ってくる、美しく力強い星の弾幕にふさわしい盛り上がりがあります。といったように、やはりマリサというキャラクター性が伝わる曲なために人気があるようです。元がいいキャラなだけにこの曲も輝いちゃうよね。私も大好きだからコスプレさせてもらってるもん。ちなみに素顔はどんな感じなの？リグルと大ナマズを足して2で割った感じかな。もしかしてマリちゃんさんナメック星から来ました？それでは東宝人気投票曲ランキング第4位は、月まで届け節の煙です。月まで届け節の煙は東宝エイヤショーのエクストラステージボス藤原の模倣のテーマとして使われている曲だよな。しっとりとしたピアノから始まり東宝らしい和の曲調が特徴の綺麗でどこかしんみりする曲ですね。月まで届け節の煙は音楽 CD 第4弾豪遊東海道にアレンジが収録されているんだぜ。その際は曲名の当選がなくなっているんだ。ブックレットでの副題はエリクサーオブエルアイフ。これを訳すと生命の万能薬となるんだ。エリクサーとは飲めば不老不死になれると言われる錬金術における霊薬、万能薬だぜ。FF だと味方1人の HP と MP を満タンにしてくれるありがたいレアアイテムですよね。旧作で FF6 のボス曲をオマージュしたものがあるほどズンさんは FF が好きなようなのでかけているのかも。月まで届け節の煙の名前の由来としては節の山の煙、つまり富士山の煙のこと。日本神話でも語られているよな。第3回東宝シリーズ人気投票音楽部門ズン氏投票コメントでは、この曲って途中で一定のリズムを刻むようになるけど、このリズムと模倣の翼の明滅を同期させてある。それを見ていると催眠効果があるのは、安定時の心臓の鼓動と同期しているから。なるほど、一定のリズムで聞こえる電車で眠たくなるみたいな感じか。東宝最終作になりかけたエクストラ曲なだけあって、色々と思いが込められた神曲って感じですよ。さて、人気投票のコメントでは、最初の静かな始まりから激しいドラムが入り綺麗なピアノ、発狂ピアノ、最後の盛り上がり、全てが完璧すぎる。初手のピアノの旋律から緊張感が漂い、そこからの雰囲気の付け方、盛り上げ方には今でも鳥肌が止まりません。といったように、熱烈なファンがたくさんいる曲なことがわかります。にゃあ、ほんとそうだよ。一度聴いたら 100% リピートしたくなる曲だぜ。まさに不老不死のようにってね。あなたは無事に冥界送りにされてください。それでは東宝人気投票曲ランキング第3位は、ハルトマンの妖怪少女です。東方地霊殿のエクストラボスであるコメージ小石のテーマ曲だよな。最初の入りからものすごく神曲を想像させてくれるのよ。じゃかいよ。小石を思わせるこのどこか不穏なメロディーが癖になるっちゃわ。すいません興奮して無意識に宮崎弁が。いやあんた出身関西やろ。その後もズンさんのリアレンジされた、衛星鳥船、東方蜃気楼秋山うにしアレンジなどと多数のアレンジ楽曲が登場していますよ。作曲者であるズンさんのこの曲に対するコメントはこんな感じです。
不気味で壊れた少女っぽさを出そうとしてみました。不気味さがおまけのボスっぽさを出しているかと思います。本当はバラを敷き詰めた庭とかで、茨が痛そうな場所で戦うのが似合うはずですが、今回はなぜか神社。確かに小石にバラの庭は合いそう。ちなみに悟り妖怪の伝承がある岐阜県には日本最大のバラ園があり、2003年には世界バラ会議の優秀庭園賞を日本で初めて受賞しているのでバラを意識されているのでしょう。裏要素が天才すぎやろ。ズンさんのコメントでも言った通り、裏ボスとの戦いにぴったりな緊張感の溢れる A メロ、サビに向かってどんどん盛り上がっていく B メロ、そしてそんな曲調とは裏腹に、まるで心の奥底に感情を秘めたような、静かで神秘的なサビが展開されていますね。元ネタはドイツの哲学者エブアルト・フォン・ハルトマンだと思われます。1864年から無計画に書き記していた文章を、1869年に無意識の哲学というタイトルで発表し、注目を浴びました。また、自身の哲学の立場を無意識者として掲げていました。8分の7拍子が印象的な曲で、弾き方によっては16分の15拍子に聞こえますね。第三の目を自ら封じたことで、欠けているということを表現しているのかもしれないな。それについてなんですが、東方ステーションで霜降り明星の粗品さんが直接ズンさんに聞いてくれたところなんとたまたまだったことが分かりました。まさかのたまたまだったのか。とはいえ、焦る雰囲気で作っていたのであらがち間違いではないかもとのこと。粗品さんも東方好きで結構有名なんですよ。フリップネタ毎日のように見てますよ。いつか東方のフリップネタ作ってほしいぜ。また粗品さんが地上波でハルトマンの妖怪少女を使用したネタを披露したことが Twitter などの SNS で大いに話題となったからご存知の方も多いでしょう。あと、他の番組では悟り T シャツを着てくれていてダウンタウンの松本さんに突っ込まれてたよね。それにしても相変わらずの設定の濃さだぜ。また東方人気投票ランキングで第6回からの参加でいきなり17位に入り、さらに第13回からは3位に入っていますね。間違いなく名曲と言える BGM だよな。そんなハルトマンの妖怪少女に対するみんなの反応を見ていきましょう。小石の性格や感情などが感じられる、切なさや儚さ、描写感など小石がどのような妖怪少女なのかがわかる。可愛らしさと不気味さを両立した神曲なかなかありませんね。いつ聴いても心が安らいだり、ハイになれたりする曲。といったように、小石の苦しい運命でも強く明るく生きている感じが伝わる曲なことから人気があるようですね。小石は能力で人との会話が皆無だったので瞳を閉じようと努力したりと頑張り屋さんだから余計曲が切ないよな。その努力の結果曲は3位で人気キャラランキングでも4位という高順位になりましたよ。さて、人気投票ランキング2位は、東方高魔教にて、レミリア・スカーレットとの戦闘中に流れる BGM である亡き王女のためのセクテッドです。出ました。名曲中の中でも神曲。本編ラスボスの BGM にしては静かで繊細な曲調となっていて、レミリアのロリサと500歳という大人さを色濃く表されています。そういえば、セクテッドってどういう意味なんだ？セクテッドとは音楽用語で七重奏を意味し、同時に七人衆、七人組を意味する言葉でもあり、大妖精小悪魔を除いた高魔教のボスの数を暗示しているんですよ。おお、セクテッドはそういう意味があったのか。ちゃんとエクストラのフランも含まれているんだな。そして亡き王女が誰であるかに関しては高魔教テキストにてズンさんはそもそも、誰も亡くなっていないし、王女って誰？と言っていて不明。想像しやすいのはレミリアの母親ですが、レミリアは吸血鬼の始祖と思われるのでその可能性はない。そもそも妖怪は人の恐怖で生まれるもんな。結局のところ、この王女の正体は謎不明なのです。もしかして私。いやどうしてそうなるんでしょうか。この亡き王女のためのセクテッドにはラストメンという雰囲気を出すために様々な工夫がしてあります。重厚さや不気味さをあまり出さず、ジャズチックにロリっぽさを混ぜるなどズン氏の作曲能力の高さが伺えますね。またズン氏自身メロディを理解しやすく、お気に入りのようですよ。ちなみに、この曲のタイトルである亡き王女のためのセクテッドとは、フランスの作曲家モーリス・ラベルが作曲した、ピアノ曲亡き王女のためのパバーヌをもじったものです。ほう、フランスの作曲家が作曲したピアノ曲なのか。ラベルは若い王女の肖像画を見てこの曲を作曲したと言われています。曲名は亡き王女インファント・ド・ファントという語呂の良さから命名されたんですよ。一説には数百年前のベラスケスが描いたスペインのマルゲリータ王女の肖像画を見たとも言われますが、マルゲリータじゃなくてマルガリータ王女ね。ラベル自身は王女とは誰かという質問が多くうんざりしていた、という逸話もありますね。ちなみに、その曲自体はセクテッド七重奏でもないため、曲の雰囲気だけ真似たものと見られます。原曲の人気はトップ5に入るほどで、人気投票第6回第10回で連続1位2個わらべ再投票でも1位という高さ。それゆえにサウンドホリックのノーライフクイーンをはじめ、多数のアレンジ楽曲が手掛けられていますね。可愛さと可憐さを持ち合わせるレミリアらしいヨージャズ感がたまらないよな。マリサさんそれは違いますね。ロリジャズです。別にどちらでもいいでしょ。さて、ラストに紹介するのは人気投票ランキング1位フランドール・スカーレットのテーマ曲である、UNON は彼女なのかです。色褪せない人気があり、毎度1位となっているよね。ボーカルでもよくアレンジされているし、東方のことをあまり知らない人でも聞いたことある方は多いでしょう。人気すぎて1押し数は2位の亡き王女の2倍と圧倒的ですね。
こちらは東方高魔境 EX ステージボスフランドールスカーレットのテーマ曲。タイトル名がすごく特徴的だけど UNON とは誰のことなんだ？この特徴的なタイトルにも登場する UNON とは、アガサイコールクリスティチョそして誰もいなくなったに登場する、10人の男女を殺害した犯人の偽名です。孤島の館に10人の男女を招待した際に名乗った名前であり、夫はユリック・ノーマン・オーエン、夫人はユナ・ナンシー・オーエン、どちらも頭文字が UN となるのですよ。ちなみに東方高魔境おまけテキストではユナ・ナンシー・オーエンと表記されていて、本来はユナ・ナンシー・オーエンと読むのが正解かもしれない。驚愕の事実すぎでしょ。タイトルも正体不明とは。またユナ・ナンシーを英語表記すると正体不明を意味するアンノーンとなるのですよ。だから、作中の犯人正体不明は彼女フランドールなのかと予測できます。待って、それってつまり公務異変ってフランの仕業かもしれないってことになるのか？霧を発生させたのは確実にレミリアですが、その裏の真相はフランドールに関係があったのかもですね。戦闘シーン前後の会話のセリフから、マリサとフランドールはこの小説を読んだことがある模様。マリサ勝利後の英会話はこの小説の話をしていたのか。この音楽を手掛けたズンさんのコメントでは、今回の最もお気に入りです。いかにして悪魔娘を東洋風に、かつ、ミステリアスに表現できるかに挑戦した結果です。ロリっぽいこのメロディは、今作品で最も私らしいメロディで、鍵盤弾くのが楽しかったです。やはり自分自身もすごくお気に入りの音楽のようですね。よくこんな誰にも真似できないようなすごい曲を作ったよな。ちなみに、ズンさんはお酒が入った状態で作曲されるようです。速報、ズンさん水拳の使い手でした。この楽曲の同人音楽サークルクール&クリエイトによる二次創作アレンジとして最終鬼畜妹フランドール S が存在しますが、ニコニコ動画においては最終鬼畜妹フランドール S が有名すぎるために、ニコニコで東宝及びこの曲を知ったユーザーには、最終鬼畜妹フランドール S が原曲であるという勘違いが非常に多いので注意してください。最後に人気投票でのコメントでは、はじめの5拍子の不穏さ、サビのメロディーが大好き。全体的に曲が緊急事態のような雰囲気でメロディが素晴らしいですね。ニコニコ、YouTube、TikTok、時代も世代も飛び越え今なおアレンジや MAD が絶えず作られており、東宝の玄関口とまで言われたこの曲。せっかくなので海外の方の反応も見てみましょう。初めてこの曲に会った時、とてつもなく衝撃を受けた。この曲が私がここにいる主な理由だ。その曲は今でも頭から離れない。とのコメントがありました。海外の人も絶賛されているって本当にすごい影響力のある曲なんだってわかるよね。さすがは1位だけあって本当に音楽はもちろん設定も細かく作られていたことが面白かったぜ。そしてなんと最近この UNON は彼女なのかと世界中で大人気のゲームアンダーテールとコラボがされました。アンダーテールはトビー・フォックス氏が開発した 2D グラフィックスのインディーゲームだぜ。コラボ曲の名前は応援ワズヒーローだよな。今回コラボする曲はアンダーテールから本物のヒーローで、東宝プロジェクトからは UNON は彼女なのかで名前が掛け合わさったものになっています。もっともっと世界でも東宝プロジェクトの魅力を知ってもらえる素晴らしいコラボだから継続していってほしいぜ。他にも東宝では神曲がたくさんあるので、ぜひ触れてみてくださいね。視聴者さんの好きな東宝の曲があればコメントで教えてくれよな。またキャラ人気投票ランキングも紹介しているので見に行ってみてください。このチャンネルではこのように東宝キャラの知られざる設定などを解説していくから入学していってくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。